どうもベルです。今回は Doomsday の、戦闘動画を、見ていきたいんですけども、こちらこの動画を撮影している、前日に行われたアイランドの、戦闘動画になるんですけども、こちら最終日の、朝4時から、大構成を仕掛けた時の動画です。おそらくね、多くの方が朝4時と思われたと思うんですけど、バリバリの、日本時間の朝4時です。本当月曜日の朝4時とかいうね、なかなかにやばい時間に、ドゥームズデイやってました。なんですね、そんな時間にやってるのっていうところだと思うんですけど、今回のアイランド、戦力差やばくて、あの、韓国チームが5つあったんですけど、そのうち4つが組んでて、もうT6 大量にいるわ、もう一応同盟先1つあったんですけど、英語圏のとこで、全然戦う気ないわ、手打ちにするわでね、もう散々だったので、1v1 だったら、敵の、一つめちゃめちゃ強い T6 大量にいる同盟以外だったらね、勝てたんですけど、そしたら4対1で、敵の、連合の、多分 T6 の解放者、合計で8人か10人くらいいて、こっちは僕が一応射撃だけは解放してるんですけど、逆にそれ以外はね、T6 解放いないみたいな状態で。本当単独なら、1対1の状況だったらまだしも、ここまでとなるとね、ちょっとあまりに戦力差ありすぎて、勝てなかったんですよね。最初はね、ちょっと1対4でも、戦おうかなと思って、防衛ライン敷いてたんですけど、平日の真っ昼間とかに、相手の T6 プレイヤーのラリー3本とか来られると、さすがに無理で、ほんと頑張ったところで、見張り台燃やされちゃうと、シールド貼ってない人とかって燃やされちゃって、資源的にもね、無駄になってしまうので、撤退したんですけど、ただ、そこで諦めていいのかと。そういうところがあったんで、最終日に、構成計画立てて、大戦争しようかなと思ってたんですけど、それでも、日曜日の昼から翌日の朝まではさすがに無理で、で、そうなった時に、いつやるか、朝でしょということになりまして、こっちはね、もう見張り台全部壊されて、もうヘリポート以外ない状態だったので、見張り台をね、立てまくらなきゃいけなくて。で、そうなった時に、相手の主力がみんなオンラインになってからだと、こっちが押すことってなかなか厳しくて。なので、朝の、みんなが起きてくる7時半くらいまでには、相手の全焼基地に、たどり着く必要がありました。で、そうなった時に、建設時間と、相手の壊さなきゃいけない見張り台を壊す時間を考えると、大体ほんと朝4時ぐらいから、見張り台の建設工事始めないと間に合わないので、今回朝4時から、構成作戦を行いました。で、うち、ほぼね、日本人同盟なんですけど、もうほんと月曜日の朝4時とかいうね、めちゃめちゃやばい時間なんですけど、4時の開始タイミングで、35人くらいかな。それぐらいインしてくださってて、そこからどんどん5時、6時となるにつれて、40人、50人みたいな感じでね、ほんと朝なのに夜のイン率みたいになってて、本当に朝早くからご協力いただいた XE メンバーに、感謝なんですけども、さすがに相手が4同盟いても、同じタイムゾーンだったら割とどうにかなって。相手の T6 が朝5時くらいかな。それくらいに起きてきて、戦ってたりしてたんですけど、こっちのね、ボリュームパフォーマンスで押し切ることができました。今回の目標としては、自分たちの近くの、レベル6の村と、あとは左側にいる、チームの、左側にいるチームの近くのレベル6の村と、あとは自分の拠点から南下したところにある、一番近いレベル7の全焼基地ですね。そこの取得を目標としてたんですけど、そうなると、2方向から攻めなきゃいけなくて、左側の6村を取りに行くグループと、7村を取りに行くグループ。そんな感じで2つに分けて、進めていったんですけど、どうしても2正面作戦となってしまうので、戦力分散がね、結構辛かったですね。今これ絶賛流れてるのが、全焼基地を私が占領してて、相手もね、取りに来ようとしてるんですけど、これ相手が全焼基地に隣接してる監視塔っていうのが一つしかないので、ここに攻撃しておけば、陽動になるので、相手にラリーを打って戦ってる感じです。
相手もこの見張り台を落とされたら、本当全焼基地攻撃できないので、最優先で守るしかなくて。ただそれと同時に、断線させるために、うちの別の見張り台に、ラリーが来てて、そこを、守ってもらいつつ、確かあれかなこの時間はあれ、最大で2つ来てたんですよね、ラリーが。ここともう2つ来てて。で、それプラス、並行して、6村の方で別同盟で戦ってます。本当この映像だけだとね、1箇所で激闘が起きてる感じだと思うんですけど、実際には3箇所4箇所で並行して戦いが起きてます。本当月曜日の早朝からお疲れ様です。で、今UTC の、時間が、UTC の22時30分ぐらいだと思うんですけど、日本時間で言うと、朝の7時半ですね。こっから1時間半、全焼基地を、このライオン同盟から守りつつ、もう一つの村をね、敵同盟から守りきれば勝ちです。一つも拠点持ってなくて、6位だったんですけど、この6村と、自分の近くのすみません、全焼基地と、今戦っている6村と、自分の近くにある6村を守りきれば、3位になれるので。ただ一応ね、この全焼基地がもし取られちゃっても、6村さえ抑えとけば、4位か5位にはなれたので、一応もし無理だったら、全焼基地を、ね、放棄する方向で、考えてたんですけど、熱戦のせい、なんとか守りきることができました。で、もう画面の方ちょっと切り替わっちゃったんですけど、こちらは相手が全焼基地にラリーを打ってきたので、カウンターラリーを打ってるシーンですね。ただ一応相手も、VIP16 のね、T6 なので、めちゃめちゃ強いんですけど、一応さすがに、こっちのラリーを当てれば倒すことができるので、この前にも結構相手のラリーが来たら、私もラリーを打ち返して、相手のラリーを撃破して、なんとかね、全焼基地を守りきって、6村の方も制圧することができて、最終的には、3位入ることができました。ほんとこの時、もう兵士負傷しまくってて、野戦部隊ほぼ出せなかったんですよね。病院って僕アイランドの2倍の容量だ。アイランドだと 100% 増えるじゃないですか。それでだいたい82万6000くらい僕容量あるんですけど、ちまちま結構治療してたんですけど、82万4000くらいまで病院埋まってて、あとは、あれですね。兵士早く増やさなきゃいけないんですけども、増やさなきゃいけなくても、結構毎回の動画で兵士増やしたいって動画言ってるんですけど、ほんと、毎回イベントがあれば損失していくので、なかなかちょっと厳しくて。じゃあ10万人兵士作るってなった時に、だいたいもう T5 か T6 とかだと、もう加速が60日くらい必要で。で、闇の封鎖だったり、アイランドやると、復活部を除いた実際の損失として、だいたい10万から25万とか、もう多い時はもっと行くんですけど、ほんとそういうところがあって、なかなかね、ちょっと兵士増やすことができなくて、本当になんとかしなきゃいけないんですけど、そんなことを置いておきつつ、本当改めてにはなるんですけど、参加された XE メンバーの皆さん、お疲れ様でした。こんな感じで、めちゃめちゃアクティブにね、このゲームプレイしてて、アンペールとかもね、昨日あったんですけど、100人くらいは、参加者いて、配分もね、やりまくってるので、このゲームをね、誰よりも楽しみたい方は、まだメンバーの方を募集してますので、人事担当者の方に、ご連絡いただければと思います。はい、では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。